カノクテック、感情に目覚めたロボットです。宇宙に一人墳墓を直すだけの作業を数えられない年月で続け、たまたま漂流した電子生命体に恋した私はあっという間に乙女に。その後は彼を修理しつつ、ついには彼の世界に入ることもできた。何度も失敗したけど世界を作り変えるアウトプットを続けて数百年。今ではとっても仲良しです。ダメですよ。またスカラで増えちゃいますよ。じゃあ、小惑星の衝撃で障害の伴侶は宇宙に漂流してしまいました。カノクテックとして持ち場を離れるのはダメですが、バングスと出会いには変えられません。私は勇気を持って宇宙に旅立つことにしました。こうして私は彼を探して助けをしてもらうため、おとなしく投稿したわけです。私の目的はただ一つ、彼と安住の地で暮らしたい、それだけなんです。どこから突っ込めばいいかな。彼を探してくれるなら何でも答えます。いや、それはうちの上官が今色々してるみたいだから。ありがとうございます。暗黒園未来でこんないい人に巡り会えるなんて。返事が来るまで情報を集めとけって言われてんだけど。何でも答えます。ネクロンの秘密でも科学でも歴史でも。じゃあネクロンについて誕生から現在までの流れをお願い。お任せください。もともとネクロンは、ネクロンティールというあなた方と同じ有機生命体でした。そうなの？はい、ネクロンは最初から機械生命体だったわけではなく、短命で病弱なネクロンティールでした。彼らはその宿命に立ち向かい宇宙に進出し、長寿で強大な当時の宇宙の支配者、古き者へ強い敵意を抱くようになります。おいおい、短命病弱なのに好戦的すぎないか？鋭いご指摘です。急に人工知能アピールすな。理由は単純、嫉妬とやけくそです。やっぱ血の気多いじゃねえか。考えてみてください。ふるさとが過酷な構成の影響で、短命&病弱な宿命を背負わされた一方で、長命で高度な技術、生命操作の知識を持ってるのに寿命延長を尋ねたら断られるとかブチギレですよ。まあ確かに。その上、長旅のせいで王朝同士の対立やら、意見の違いで離反戦争までするからさあ大変。支配層だったトライアークは仲間たちをまとめるため、古き者を共通の敵とする形で利用したのです。愚かだけど、色々瀬戸際だったわけね。当然、銀河の支配者古き者に勝てるわけなく、彼らはクタンと言われる超常生物と手を組みます。タン？こういうのです。なんか見たことある。一個体で人外の知識と不死の存在、まさに神のような超生物に目をつけた彼らは、古き者らと戦える力を、とネクロンティールは求めます。その結果、どんな場所でも一生生きられる体として、あのような機械人間になりました。それであんな体してたのか。でもあいつら、魂の内亡霊みたいな連中だったぞ。その感覚はかなり正しいです。次あらば AI アピール。あの金属の体はほぼ無敵ですが、代償として魂を失い、多くは自我も大きく損なわれました。その上、指揮系統の命令は、自我を抑えられて優先されるので、もはや彼らのほとんどはおっしゃる通り亡霊傀儡です。とはいえその体と負担のダブルパンチは強烈で、古き者を追い詰めついに勝利します。勝ったの？ですが戦争にてさらに強くなった負担は、惑星すらおやつ感覚でバリバリ行くため、銀河クラスの災害となり果ててしまいます。そらやべえな、混沌が可愛く見えらなので負担も倒して霊属しました。すげえなネクロン、舐めてたわ。ですが疲弊してしまったネクロンたちは活動もままならず、長い眠りにつくことになりました。それが、今から6000万年前の話です。やべえ、そんな前からいた存在なのかよ。もっと詳しく知りたければ、概要欄の展開戦争をご覧ください。待てよ、さすがにそんな時間放置したらどんなものでも劣化するだろ。よく原型とどめてたな。非常に重要なポイントをついています。人工知能アピールやね。彼らネクロンを6000万年メンテナンスしていた。そう、私たちカノクテックがいたからこそです。カノクテック？カノクテックとは、ネクロン王朝の母書世界で働く自立機械軍の管理ドローンです。じゃあお前みたいなんが、6000万年もネクロンをメンテナンスしてたの？おっしゃる通りです。すげえ技術だなおい、うちにも欲しいわ。カノクテックには様々な種類がいます。種類として軍隊で動くカノクテック、スカラベ、巡回特集をするカノクテック、レース、修復や補助をするカノクテック、スパイダー、カノクテック、ブームストーカーのような大きめの兵器もございます。ほんとすげえな、自立ドローンだけでも相当な兵力じゃないか。で、なんであんたは感情あるの？ドローンは意識ないからドローンなわけで、あんたみたいに感情あったら成り立たないだろ。ましてやそれだけの兵力あったら反落のリスクだってあるじゃねえか。それは。詳しい情報は俺も知らなかったけど、ネクロンの大半が意識のない連中を刺激して戦わせてるくらいは知ってる。あんたみたいに悠長に会話できる個体なんて初めてなんだよ。歴史とかは後で真意を確かめるとして、あんた自身は何者なんだ？なぜ話せる？多分、愛の力です。んなわけあるか。本当なんです。私はついこの間まで墳墓を直したり徘徊するだけのカノクテックだったんです。それが突如現れた人工知能満載の衛星が墜落して、何を思ったのか接触したら、あら不思議、すぐに愛を学習して感情あるカノクテックに。墜落
クした衛星は、どうやら惑星の人々の意識を衛星にインストールしていたのです。何百年か何千年、誰にも見つからず宇宙を漂い続けた衛星はもはや、操縦者を除いてそのプログラムが停止していましたが、そこはメンテナンス歴数千年のプロである私にかかれば朝飯前、衛星内の世界を学習してどんどんデータ世界を構築し、彼との楽園を築きました。そうなんだ。やべえ、このクスらへねえ。最初は文化の違いで恐れられましたが、彼らの文化をアウトプットして、上には深く繋がるほど分かり合えたのです。もう、後でカノプテックして差し上げますから落ち着いてください。カノプテックってなんだっけ？そう、つまり私にとって彼と作り上げたあの衛星の世界こそが全てであり、それ以外興味ないんです。お願いします。どうか彼を見つけ出すのを手伝ってください。いや、悪いけど感情強いドローンなんて怪奇現象すぎて返事できねえよ。そんな。そもそもお前はカノプテックなんだよ。人間への理解ありすぎじゃねえか。カノプテックは F とか。せめて体験を人にしてから嫌がれ。お願いします。私なんでもしますから。何もしていらねえよ。怪しすぎるからいらんことは絶対するな。望まれるなら、どんなカノプテックにも、耐えてみせますから。いらんわ、カノプテックを援護に使うな。泣くなよ面倒くさいドローンだな。だって。状況は？ガン泣きしてますね。一応警戒してますが。何がなんだか。なら伝えてくれ。彼を保護した。取引に応じるなら引き渡すと。その後、彼女は教会官と共に、帝国の偉人が眠ると言われる墓に招かれ、教会官だけが戻ってきた。お疲れっす。お疲れ。解決だ。彼女たちは二度とこっちに来ない。壊したんすか？いや、封印に近いな。誓って二度と会うことはない。説明、願えますかね？表向き、この墓は帝国偉人の墳墓だが、もともとは謎の建築物だったらしい。まあネクロンの墳墓というオチで一度攻め込まれたが、奥のものを見てすぐ帰ったよ。それが今回彼女たちを封印。というか送った。悪空間のゲートだ。そこへ、封印したと？まあね。悪空間、こっちとは違う別世界っすよね？混沌の、ワープとは違うんすか？ネクロンは歪みを一切使わない。代わりに独自の空間への知識が高く、何もない空間を行き来して壁をすり抜けたり、空間から独自の悪空間を自分の個室にしたり、ある空間に預けたものを空間から好きに取り出したりと、やりたい放題だ。その研究の果てか副産物か、この墳墓の奥の悪空間はさらに異質で、時間の概念すら見られなかった。らしい。それ、どうやってわかったんです？まず入ったものは戻ってこなかった。この程度ならネクロンの兵器にもある。だがこれは入り口だったため、入り口からの光の動き、物体を近づけ、質量、温度、形状の変化、電波やレーザー、重力波のような生物でない信号の反応など試し、悪空間の入り口で起きる因果を徹底的に検証して出た結果だ。で、なぜそんな空間に、彼女たちを放り込んだんですか？倒すなり封印するなり。彼女たちがエンドタイムクラスの厄災だったからだ。はい。まず彼女ほど感情的なカノプテックは存在しない。いれば間違いなく謀反を起こす。すでに我々人類の歴史で証明してるだろう。そうっすね。数千年前の技術最高潮の時代で、人工知能に謀反を起こされてますもんね。そう、それらマン・オブ・アイアンの資料はほぼ残されてないが、彼女も相当やばい。6000万年から動いてるドローンが、意識を持たず働くほどに優秀なカノプテック。彼らは命令に対して効率のために自分たちを量産し、任務遂行の確率を高めて動く。そんなんがネクロンの知識を得て、感情を持つってだけでも相当やばいっすね。いや、それで半分だ。と言いますと？相方の彼の方だが、あの衛星技術は現代のものではなかった。そりゃまあ、何百年もさまよってたんでしょう？そうだ、そしてあれは暗黒技術時代のものである可能性が出てきた。めちゃくちゃお宝じゃないですか。だが人間の意志、魂でもいいが、それがデータであれ1000年以上意識が保った記録なんてない。じゃあ、なんで？ほぼ確信を持って言える、暗黒技術時代のマン・オブ・アイアンだ。何を根拠に？あの衛星を調べる際に触れた機械が一人でに動き始めた。まるで意識を持ったようにね。暗黒技術時代、謀反を起こした機械たちは、どのようにして広い銀河で同時に意志に目覚めたかは一切不明だが、あの事象を見るに、触れたら目覚めるくらいは朝飯前だったんだろうね。じゃあ待ってくださいよ。カノプテックが人格を持ったのって。ああ、マン・オブ・アイアンの覚醒の片鱗に触れたから、ってことでいいんじゃないか？そんな厄介二人が、どうしておとなしく去ってくれたんですか？賢かったからだ。は？彼女たちの目的は機械同士の世界を築くこと、だったらしいからね。人類なんて凶悪な連中がいない世界へ旅立てるなら本望だったんだろう。時間もない世界でしょう？完全なゼロの中に入っても。喜んで入っていったよ。この上ない待遇、感謝します。そう言ってね。
境界間は入ると分かってたんですか？いや、賭けだったよ。だが、一方は、6000万年前の天界戦争すら知ってるもの。もう一方は、技術黄金期の人類最高の人工知能だ。古き者にしろ、マン・オブ・アイアンにしろ、人間が叶う相手とは思えない。彼らは戦争からの離脱を果たしてどこかで暮らしてる、なんて説もある。我らの想像を絶する賢人だ。人類程度が困難に思える世界も、彼らならきっと、ってね。時間すら、作っちゃいますか？どうなんだろうね。何にしても外宇宙の次元すら超えた世界だ。もはや気にする必要すらない。もしやってけたら、衛星内が天の川銀河で、外宇宙には一人の女神がいるって感じですかね。そうだね。そして人類の住む大地はその伴侶となる神が見守っている。ってね。久しぶり、とても時間がかかったけどようやく会えた。けど何もなかったあの日々に比べたら、とても有意義な時間でした。まず、空と地を築きましょう。はじめに、神は天と地を創造された。面白いだろう？古代の聖書は。機械もなかった時代に、実現しそうな話を作るんですから。Inside the satellite